そういえば U40 のウルトラマンってさ、んみんな体赤いじゃん。まあそうだな。なんでタイタスの体って黒いんだ？お前そういうこと聞くか普通。なんでダメ？見た目の話ってのはデリケートなんだよ、デリケート。別に変な意味で聞いたんじゃないって、ちょっと気になっただけ。デリカシーねえなお前は。なあ旦那。長くなるぞ。この体のことを話すとなると長くなるぞ。いやいいよ、別に大して興味ないっていうか。いいね、聞かせてくれよ。なんでそんな前のめりなんだよ。じゃあ一応聞く。いいだろう。あれは私がまだウルトラマンと呼ばれる前の話。ウルトラの星 U40、 雄大な自然と超科学が同居し、洗練された精神が響き渡る高潔な星。厳密に言えばこの星は私のふるさとではない。起きろよタイタス、いつまで寝てるんだ。聞きなじんだ声に呼ばれ、私の意識は現実の世界へ戻った。目の前には見慣れた顔、幼少期より共に過ごした友人の顔だ。マティアか、すまない、眠ってしまっていたようだ。分かってるよ、だから起こしたんだ。そう言ってマティアは白い歯を見せた。起けてんなよ、今日だぜ、待望の入隊日。この日のために筋トレしてきたんだからな。マティアは腕に力を入れてみせた。純白のキトンから伸びる腕は鍛えられた筋肉に彩られ、窓から差す薄日に照らされた様はさながら彫刻のようだ。待望しているのは君だけだろう。私は気乗りしない。まだ言ってるのか？お前は憧れないのかよ。ジョーニアス、エレク、ロト、宇宙の平和を守る偉大な名前だ。このやりとりももう何回目だろうか。マティアに乗せられる形で私も日々トレーニングを欠かさずにはいた。そのおかげか人より堅牢な肉体になってもいる。それは確かなのだが。ほら行くぞ。とその前に頭なんとかしろよ。マティアが寝癖がついた私の頭をガシガシとかきながら再び笑った。 U40 に住む人々はウルトラ人と呼ばれ、生まれながらにしてある能力を持っている。精神を集中させ、体の分子構造を変えることで人間体から超人体へ、ヒューマノイドからウルトラヒューマノイドへと変身する能力だ。最強の勇者と謳われるジョーニアスをはじめ、特に強い力を持つ戦士たちに至ってはさらに巨大化をも可能としている。この能力を使い宇宙の平和を堅守することがこの星に生まれたウルトラ人の使命なのだ。 U40 には宇宙艦隊を持つほどの大規模な戦士団があり、誇り高き勇者たちが平和のために戦っている。艦隊司令を務める高官ザミアスの息子であるマティア、そしてゆえあって彼の家に引き取られていた私は幼い頃からこの話を聞かされていた。マティアは目を輝かせ、自分にもその高潔な血が流れていることに興奮していたものだ。いつかは俺も戦士団に入って宇宙の平和のためにこの体を捧げるんだ。毎日のようにマティアは鼻息を荒くしていたが、私はその言葉に共感することができなかった。私に流れている血、それはマティアとは違う。我々ウルトラ人は大宇宙の安寧を守り維持していかなければならない。今日ここに集った諸君たちはその一歩を踏み出したのだ。いかなる困難にも勇気と知恵を持って臨むことを願う。壇上の交換の劇に広場に集まった若者たちは歓声を上げた。皆戦士団に入り、未来の勇者を夢見る善とある者たちだ。
これから厳しい訓練を経て平和を守る戦士に成長していくのだ。彼らが挙げる恋には決意と誇りが宿り、それらが一つとなって広場を独特の高揚感が支配する。私はその歓声の中にいて改めて自問した。彼らと戦場を共にする資格が私にあるのだろうか。反逆者の血を引く私に。隣で叫ぶマティアの声がやけに遠く感じた。何？続くの？だから旦那が言ってただろ、長くなるって。そうだけどさ、本当に長くなるとは思わないじゃん。まだ触りの部分だろ。やばいって、旦那なんか遠い目しちゃってるし。責任取れよお前。分かったよ。タイタス？なんだ？やっぱりまだ結構かかるよな。うん、まだまだこれからだ。いいから座れ。はい。ダメだこりゃ。